皆様こんにちは、杉田です。今回はコメント欄でたくさんのリクエストをいただきましたシャネルクレドポーボーテディオールの新作クッションファンデーションを比較していきたいと思います。こちらの新作クッションファンデーションは3つとも綺麗なツヤ肌仕上がりですが、それぞれのツヤの出方の違いや塗り心地、そして4時間後のマスク崩れについてもご紹介していきますので、肌タイプや組み合わせる下地、フェイスパウダーなどで仕上がりや崩れ方などに違いは出てくるかと思いますが、少しでもファンデーション選びの参考になれば嬉しいです。また、それぞれのファンデーションの詳細なアイテム情報などについてはメインチャンネルでそれぞれ動画をアップしておりますので、気になった方はぜひメインチャンネルもチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。それではまずはみずみずしさの中にも程よいオイル感を感じて保湿力が高いところが似ているシャネルのベベージュヘルシーグロークッションとクレドポーポーテのタンクッションエクラルミヌを比較していきます。今回下地はこちらの崩れにも強くファンデーションの仕上がりに影響が少ないイヴ・サンローランボーテのピュアショットエアリーライト UV50 を塗っています。まずはこちら側半分にシャネルのヘルシーグロークッションを塗っていきます。こちらのファンデーションはこんな感じで、みずみずしさの中にも程よいオイルっぽさを感じるので、肌表面が乾燥してパサついてしまっている時などにも綺麗に滑らかに塗りやすいタイプのファンデーションです。こんな感じで一塗りでもしっかりと気になる赤みや色ムラなどもカバーしてくれるほどカバー力も高いタイプです。はい、こちら側半分にシャネルのベベージュヘルシーグロークッションを塗ってみました。気になる部分に何度かしっかりと塗り重ねてみましたが、下地のみの方と比較するとこちらのファンデーションのカバー力の高さが分かりやすいですよね。近くで見てもこんな感じで気になる赤みや色ムラやニキビ跡などもしっかりとカバーしてくれるので、カバー力が高いタイプのファンデーションを探しているという方にもぴったりです。滑らかでつるんとした陶器のようなツヤ肌に仕上げてくれるので、カバー力は高いですが、下地のみの方と比較しても厚塗り感はなく自然にカバーしてくれていると思います。ベベージュシリーズらしい素肌のようなヘルシーなツヤの中に、内側から発光するようなツヤ感と陶器のような滑らかさを感じられるところがこちらのファンデーションの仕上がりの特徴です。では反対側にはクレドポーボーテのタンクッションエクラルミヌを塗っていきます。こちらも春夏に発売されたファンデーションの中ではかなり保湿力が高くて、みずみずしいスキンケアのオイルのようなテクスチャーのファンデーションです。カバー力はナチュラルすぎずハイカバーすぎず、ちょうど中間的なイメージなので、反対側に塗っているシャネルよりも少しだけカバー力はナチュラルなイメージです。こちらもスキンケアオイルのような質感なので、肌の乾燥が気になる時にもかなり塗りやすいタイプです。はい、反対側にはクレドポーボーテのタンクッションエクラルミヌを塗ってみました。クレドポーボーテのルミヌはテクスチャー自体もスキンケアのようなみずみずしいオイルのような質感ですが、仕上がりもこんな感じでスキンケア後のようなみずみずしい濡れツヤ肌を演出してくれるファンデーションです。反対側に塗っているシャネルは内側からの発光感を感じて、クレドポーボーテと比較すると少し膜感も感じるようなつるんとしたツヤ肌なので、クレドポーボーテの方がより軽やかでみずみずしいツヤ肌、シャネルの方がつるんと感と発光感もあるようなツヤ肌という感じの違いです。そしてカバー力に関してもクレドポーボーテの方がスッとファンデーションが肌に馴染むからか、近くで見ると少し透け感が残っているような感じがします。こちらも重ねていけばナチュラルすぎずハイカバーすぎずな適度なカバー力は得られますが、やはりシャネルの方が膜感を感じるからか少しカバー力は高い印象です。アップで見るとこんな感じで、よりシャネルのカバー感と
クレドポーボーテの程よい素肌の透け感の違いが分かりやすいと思います。どちらも保湿力が高くてツヤ肌というところは似ていますが、比較してみると意外と仕上がりの違いも出てくれました。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもどちらもツヤがとても綺麗ですが、やはり比較してみるとシャネルの方が少しカバー力の高いつるんとした膜感のあるツヤ肌なのに対して、クレドポーボーテはスキンケア後のような自然なツヤ肌に仕上がっていると思います。そして保湿感と塗りやすさについてはどちらも大体同じくらいですが、比較してみるとクレドポーボーテの方がより軽くみずみずしいオイル感を感じるようなタイプだったので、肌表面の乾燥が気になってどうしてもファンデーションがうまく塗れないという方は、どちらかというとクレドポーボーテの方がより塗りやすくなじませやすく感じるんじゃないかなと思いました。どちらもオイルっぽいしっかりとした保湿感を感じられるので、これからの季節崩れ対策をしっかりとしたいという方よりもしっかりと保湿をしたいという方におすすめのファンデーションだなと思いました。ではこの上からルナソルのスムースクリアパウダーをブラシで軽く塗って、これから約4時間ほどマスクのまま過ごして、崩れ方にどんな感じの違いが出るのか見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについてどんな感じか見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。今回は下地もフェイスパウダーも崩れに強いタイプのアイテムを使用しましたが、やはりどちらのファンデーションも保湿力が高い分、皮脂崩れが気になる肌タイプの私には全体的に皮脂が出てきている感じが気になりました。ただこうして比較してみると、シャネルは小鼻周りなどの部分的に皮脂によるテカリが出ているのに対して、クレドポーボーテのルミヌは頬の広い範囲などにも全体的に皮脂を感じるので、クレドポーボーテの方がより保湿力が高いのかなと感じました。ただアップで見てもこんな感じで、どちらもマスクによる摩擦でファンデーションが剥げてしまったり汚くよれてしまうという感じではないので、普通肌から乾燥肌の方は今の時期にも使いやすいんじゃないかなと思います。そして肌表面を触った感じは、やはりどちらも小鼻周りは皮脂を感じますが、シャネルのレベージュは頬のあたりなどはベタつきは感じにくく、クレドポーボーテは全体的に塗りたてのようなみずみずしいオイルのような保湿感を保っていました。シャネルの方が少し膜感もある分、意外と肌表面のベタつきも気になりにくい印象です。では皮脂が出た部分をティッシュオフして、まずはこちら側のシャネルからお直しで使ってみたいと思います。シャネルはこんな感じで、やはり膜感はありますが、みずみずしくてオイルっぽさも感じるようなタイプなので、上からお直しとして使っても下に塗っているファンデーションが汚くよれてしまうということもなく、綺麗に復活してくれます。続いて反対側にはクレドポーボーテでお直ししていきます。クレドポーボーテはこんな感じで、シャネルのレベージュもかなりお直しに使いやすかったですが、クレドポーボーテの方がさらに軽くてみずみずしいオイルのような質感なので、より綺麗に肌にスッとファンデーションが馴染んでくれます。厚みのあるパウダーでメイクした時など、少しお直しが難しそうなアイテムな時にも上から重ねることで綺麗にファンデーションが馴染んでくれるので、かなりお直しに向いているファンデーションだと思います。日中の乾燥が気になった時のお直しとしても使いやすいと思います。はい、それぞれお直しで使ってみるとこんな感じです。シャネルはつるんとしていて発酵感も感じる立体感のあるツヤ、クレドポーボーテはスキンケア後のような濡れツヤ肌が綺麗に復活してくれました。それぞれアップで見てもこんな感じで、下に残っているファンデーションやフェイスパウダーなどと混ざって汚くなってしまうということもなく、
綺麗に滑らかに肌にファンデーションが塗ってくれています。それでは続いて、こちら側にはすでにシャネルを塗ってある状態なので、反対側にはディオールスノークッションを塗って比較していきたいと思います。コメント欄でも特にこちらの2つで迷われているという方が多いくらい、どちらも人気のクッションファンデーションです。ディオールスノークッションの特徴としては、スキンケアラインから発売されているので、もちろん保湿感もありますが、クッションファンデーション特有の油分によるベタつきを全く感じないというところです。塗りたてから肌表面がさらりと仕上がるので、ファンデーションの油分感が苦手という方や、ベタつきを抑えたいという方にとてもおすすめです。さらりとしているからといってパサパサに乾燥してしまうという感じではないですが、肌表面の乾燥が気になるときには滑らかなタイプの下地と組み合わせるとより塗りやすく感じると思います。はい、こちら側にディオールスノーの UV シールドクッション、反対側にシャネルのレベージュヘルシーグロークッションを塗っています。まず仕上がりについてはこんな感じで、どちらもツヤがとても綺麗なファンデーションですが、シャネルの方がよりオイルっぽさと膜感を感じるようなつるんとした滑らかなツヤ肌仕上がりなのに対して、ディオールはファンデーションがしっかりと肌に密着しつつ、角度によってピンクに光るようなツヤを感じるようなタイプです。よりツヤツヤで滑らかな肌に仕上げたいという方はシャネルがおすすめ。程よいツヤで肌から浮く感じはしないけれど、絶妙なピンクなニュアンスの光を感じて自然に肌に透明感が欲しいという方はディオールがおすすめです。そしてカバー力についてはこのくらいの距離で見ても分かりやすいと思いますが、やはりシャネルの方が膜感がある分ハイカバーな仕上がりで、ディオールは先ほどご紹介したクレトポーボーテと同じくらいのハイカバーすぎずナチュラルすぎずな中間的なカバー力でした。マップで見るとそれぞれのファンデーションのカバー感やツヤの違いが分かりやすいと思います。シャネルは膜感のあるツヤで毛穴や凹凸を滑らかに見せてくれていて、ディオールはファンデーションが肌にしっかりと密着して毛穴や凹凸をフラットに見せてくれているような違いです。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもやはりシャネルの方が油分感と膜感を感じるようなツヤなのに対して、ディオールは肌に自然に馴染むようなツヤですが、よりピンクの発光感が分かりやすいと思います。そして仕上がりの印象にも違いがありますが、こちらの2つはファンデーションのテクスチャーや塗り心地に大きな違いがあって、シャネルはみずみずしくて程よいオイルっぽさも感じるようなかなり高保湿で滑らかな質感なのに対して、ディオールはクッションファンデーション特有の油分っぽさを全く感じないような、塗りたてから肌表面がさらりと仕上がるような質感なので、肌表面の乾燥が気になるときや、よりしっかりと保湿力が欲しいという方はシャネルがおすすめで、ファンデーションの油分感が苦手という方や、肌表面をさらりと仕上げて皮脂崩れなどを防ぎたいという方はディオールがよりおすすめです。みずみずしさの中にオイルっぽさも感じるような保湿感と、油分によるベタつきを感じずにさらりと仕上がるタイプなので、この2つは肌タイプに合わせて選んだり、季節によって使い分けするのもいいんじゃないかなと思います。では顔全体にルナソルのパウダーを塗って、これから約4時間ほどマスクのまま過ごして崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。このくらいの距離で見ても、こちら側に塗っているディオールスノークッションは皮脂によるテカリが出ていないのが分かりやすいですよね。マップで比較してもこんな感じで、どちらもマスクの摩擦による擦れやファンデーションが剥げてしまう感じはしませんが、やはり保湿力が高いシャネルは小鼻周りなどに皮脂が出ているのに対して、ディオールスノーは全体的に皮脂によるテカリ感が気になりにくいと思います。そして肌表面を触った感じも
やはりディオールは小鼻周りなども皮脂によるベタつきは感じにくいので、スキンケア成分も配合されているので、パサパサに乾燥してきてしまうという感じはしませんが、より保湿対策をしっかりとされたい方はシャネルがおすすめで、皮脂によるテカリや崩れを防ぎたい方はディオールが使いやすいんじゃないかなと思います。そしてディオールは近くで見てもこんな感じで、皮脂による毛穴の開きも軽減してくれている感じがするので、皮脂によるベタつきの他にも毛穴の開きが気になるという方にも使いやすいと思います。では皮脂が出た部分をティッシュオフして、こちら側のシャネルはすでにお直し済みなので、反対側のディオールをお直しに使っていきたいと思います。お直しとして上から重ねるクッションファンデーションは、どうしても反対側に塗っているシャネルや先ほどご紹介したグレード4ボーテのようなオイルっぽさを感じるテクスチャーの方が、下に塗っているファンデーションや残っているフェイスパウダーとオイル感が綺麗に馴染んでくれて滑らかに仕上がりやすいですが、こちらのディオールのスノークッションも油分っぽさは感じませんが、パサついて重たくなってしまうという感じではないので、しっかりとクッションでタップするように重ねていくとこんな感じで、下に塗っているファンデーションやパウダーとも綺麗に馴染んでくれます。こちらも問題なくお直しにも使いやすいタイプです。はい、こちら側はシャネル、反対側はディオールのクッションファンデーションでそれぞれお直ししてみました。ディオールのクッションファンデーションは油分感が抑えめなので、お直しには少し使いにくそうかなという印象ですが、しっかりとパフでなじませていくとこんな感じでムラになることなく綺麗にお直しにも使えました。お直し後アップで比較するとこんな感じです。どちらも綺麗に下に塗っているファンデーションやパウダーと馴染んでいる感じが分かりやすいと思います。はい、ではこんな感じでたくさんのリクエストをいただきましたシャネルとグレード4ボーテディオールの新作クッションファンデーションを比較していきました。最後にこちらの3つのファンデーションそれぞれの特徴についてまとめると、シャネルはみずみずしい質感の中にも程よいオイルっぽさと膜感を感じるようなテクスチャーで、ハイカバーで肌をつるんと覆ってくれて、滑らかで陶器のようなツヤ肌に仕上げてくれるタイプでした。シャネルのレベージュらしいヘルシーさの中にも発光感を感じるようなツヤ感があるので、自然に肌トーンも明るく見せてくれるような仕上がりでした。保湿力もとても高いので、夏場でもしっかりと乾燥対策をしたいという方におすすめです。続いてグレード4ボーテのルミネタイプは、みずみずしいオイルのようなテクスチャーが肌にスッと馴染んでくれて、ハイカバーすぎずナチュラルすぎずなカバー力で、スキンケア後のようなみずみずしい濡れツヤ肌に仕上げてくれました。今回ご紹介した3つの中で一番軽くてオイル感も感じたので、肌表面のパサつきや乾燥が気になる時にもとても塗りやすく、お直しにも最適でした。こちらもかなり高保湿なタイプなので、崩れ対策をしっかりとしたいという方よりもしっかりと乾燥対策をしたいという方におすすめでした。そして最後、ディオールスノークッションはシャネルやグレード4ボーテとは対照的にクッションファンデーション特有の油分っぽさを感じないようなさらりとした使用感が特徴でした。このさらりとした質感が肌の毛穴や凹凸をフラットに見せてくれて、その上にピンクのニュアンスを感じるようなツヤが乗ってくれるので、首から浮く感じはしませんが、自然に肌に透明感を与えてくれる仕上がりです。こちらはマスクのまま4時間過ごしても、皮脂が気になる肌タイプの私でもテカリや皮脂が出てくる感じは気になりにくかったので、皮脂によるテカリやベタつき対策をしっかりとしたいという方におすすめです。そしてカバー力については、今回ご紹介した中ではシャネルが一番ハイカバーな仕上がりで、グレード4ボーテとディオールはだいたい同じくらいのカバー力でした。そして最後、香りについてはシャネルはベベージュシリーズらしい少しパウダリーな香りがついていて、グレード4ボーテはブランドサイトに記載のある通りの天然ローズオイルなどを調香した香り、そしてディオールはディオールスノーシリーズ特有の少し甘めのスキンケアのような香りがそれぞれついていましたが、
香りの強さでいくと一番しっかりと香りを感じるのはディオールで、続いてシャネル、3つの中で一番香りが抑えめだったのはクレドポーポーテでした。3つともとても綺麗なツヤ肌に仕上げてくれるファンデーションですが、仕上がりはもちろん肌タイプに合わせて選べるようなラインナップだったので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。